夢があります。子供の頃からの夢です。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類。調査兵団実行部隊のトップヘルヴィン団長と王によって統治しやすいように記憶を改ざんし、真実を隠して金を。そしていつの間にか父の仮説は私の中で真実となり、私の人生の使命は父の仮説を証明することとなったのです。この世の真実が明らかになる瞬間には私が立ち会わなければならない。それがそんなに大事か。ああ、人類の勝利より。ああ、その地下室にたどり着きさえすれば我々はこの100年にわたる巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。エレン、これからもよろしくな。はい。ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。了解だエルヴィン、お前の判断を信じよう。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。結果なんて誰にもわからない。わからなくても選択の時は必ず来るしなきゃいけない。全て私の独断専行だ。弁解するつもりはない。団長は選んだんだ。なぜだ、なぜそんなことができた。人類の未来のために。君には何が見える。敵は何だと思う。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。築き上げた屍の山の上に私は立っている。俺はもう誰も生きて帰れないとすら思っている。ああ、反撃の手立てが何もなければな。あるのか。それでどうするつもりだ。エルヴィン、前何をやるつもりだ。毎度おなじみの博打だ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。見えるか、俺たちの仲間が。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。今一度人類に心臓を捧げよう。人類存亡の命運は今、撃てーの瞬間に決定する。撃てー。人類と巨人のどちらが生き残り、どちらが死ぬか。進む。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を生かれ、兵士を叫べ、兵士を叩け。エルヴィン団長、壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。夢を諦めて死んでくれ。獣の巨人は俺が仕留める。そう、一度は地獄から解放されたこいつを再び地獄に呼び戻そうとした。だがもう休ませてやらねえと。リヴァイ、ありがとう。